いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業は冬エギングのポイントです。アオリイカは冬の低水温期になると多くが深場へ移動していきます。しかし、ポイント選定ややり方を勉強しておけば、岸からでも十分狙うことができます。また、冬は秋の新子サイズとは違い、成長した大型のアオリイカも釣れる可能性があります。今回は岸からの冬エギングの方法について紹介いたします。まとめの終わりに釣りって学べるの冬エギング基本スタイルも準備しております。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から入ります。ディープエリア、朝マズメ、夕マズメ、ナイトゲーム。それではこの3つについて解説していきます。まずはアオリイカについて生態を少しだけ紹介いたします。今回の冬エギングとは12月から2月までの期間を言いますが、実際は春エギングが始まる直前まで考え方は同じになります。南の地域に行くほど産卵期などが早くなる傾向にあります。アオリイカの適水温を見ていきます。捕食を行う適水温は15度から34度。活性が高くなる最適温は20度から25度。産卵に適した最適温は20度から28度。生存温度は14度以上となります。それではディープエリアについて解説していきます。冬になるとアオリイカは沖の深場へと移動していきます。冬でも高水温のエリアは浅場でも狙うことができますが、冬エギングはディープエリアが基本になります。冬エギングは可能な限り水温の安定した深場を狙いましょう。その水温は15度以上あることが条件になってきます。海水温がわかるアプリもありますので活用して探してみましょう。朝マズメ、夕マズメについて解説していきます。朝マズメや夕マズメはアオリイカの活性が最も高くなります。朝マズメになると漁港内や浅瀬に避難していたベイトがプランクトンを求めて沖に出ていきます。夕マズメは沖に出ていたベイトが浅場に避難してきます。アオリイカはマズメのベイトが移動するタイミングで捕食活動にスイッチが入ります。その日の水温の状況にもよりますが、アオリイカはベイトを追って浅場に上がってくることがあります。ナイトゲームについて解説していきます。アオリイカは体の水分量が多いため、水温の影響を非常に受けやすくなります。そのため、冬のアオリイカは動きが鈍くなってきます。外敵から身を守るため、また、ベイトを効率よく捕食できるよう、夜の方が活動的になる傾向にあります。授業のまとめです。今回は釣りって学べるの冬エギングスタイルと合わせてお届けいたします。水温が15度以上あることをアプリなどで検索して探します。可能な限り深いところを狙っていきます。夕マズメ狙いで釣りに向かいます。沖に出ていたベイトが浅場に避難してくるところを追ってくるアオリイカに期待します。そしてそのままナイトゲームに突入します。冬エギングで使用しているエギとアクションの概要です。エギは
3.5 号のディープか4号を使用します。下地は赤テープ、ボディはナチュラルカラー、イワシか味系を使っています。アクションは基本的に一段しゃくりのみをやっています。ちょうどロッドが90度動くようなしゃくりです。エギの跳ね上げ高さはロッド1本分。ボトムステイを長めに取っています。この動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますのでご了承ください。釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょう。以上となります。今回の動画が冬エギングの超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。